時間。京都へ向かうため電車に乗り込み、京都へ到着しました。母とこの日やったことを電話しながらザ・ポケットホテルというとっても可愛いホテルに到着。中に入るとホテルの周りにあるご飯屋さんとかたくさん載ってました。ここで第一やらかししてしまう。市場と思っちゃったんで、すいません、大丈夫です。ありがとうございます。申し訳ないです。間違えた。五条だ。京都に四条とその隣に五条っていうのがあるんですけど、間違えて五条で予約したのに四条に来てしまいました。20分歩きます。五条の方がより近くに京都タワーが見えた。いつも真っ黄色な鳥貴族や松屋も真っ白。ゲットホテル、私が予約した地にたどり着きました。やっと着いた。先ほどはヒットしなかった名前もここでしっかりと予約されてたので、中に進んでいきます。ルームウェアは上下分かれてるらしい。最高です。ダボット系なので S サイズにしました。必要なものは事前に取っていくスタイルで、ゴミ袋も事前に1枚2枚と必要な分持っていきます。ここは約3畳の個室ホテルになっているので、個室のホテルでは一番狭いのではないでしょうか。お、すごい狭い。上着かけられるのありがたい。なぜか上下分かれてるのに上しか持ってこなかったので、下を後で取りに行く。スリッパ壊しちゃったんだけど、やばい。セロハンテープ欲しい。しょうがないか。下持ってこないと。よいしょ。電源は、うわ、真っ暗。と USB と電池が1個。なんだこれ。ライトもつくな。おお、明るいね。フェリーとかと同じようなマットレスの眠るやつ。シーツに枕。荷物はあそこに置く。片手でも持ち上げられます。ちょぶ台に使わしいお椅子。ゴキブリとか入ってくんじゃない？穴が1、2、3、4つもあるんですけど、これ何のための穴だろう。ハンガー3つ。スカートもいけるし、これはアウターだけ。普通なのか。一部屋に1台エアコンついてるらしい。ここなら十分住めそうです。全身鏡もしっかりあります。シャワー室やトイレは別々になってるので、いちいちセキュリティカードが必要。ホテルだけどカプセルホテルと同じように洗面台にドライヤーがあります。お手洗いはこんな感じで普通の綺麗なトイレ。紙コップもあります。浄水使ってるらしいのでお水飲めるんだって。タオルや館内着の返却口もエレベーター前にあります。朝食もあるけど弥生軒と提携してるらしい。1階に行くと電子レンジやポットなどもありますが、自動販売機と洗濯できる場所もあります。しっかりお酒もあるよ。倒れちゃって戻してあげたい。洗濯もできる。連泊すると洗濯できるのありがたいよね。シャワールームが横にあって、電子レンジとポットの場所に行きます。電子レンジは5分以上加熱しちゃいけないらしい。もしかすると冷凍グラタンとか5分以上加熱するので、こまめに分けないといけないかも。海外の方が多いので、ポットの使い方なんかもしっかりと英語で書かれてます。
ポット家にないから私も使うときよく忘れちゃいがち。ロビーでは海外の方が大声で電話してたり、すごく自由な空間でした。ここの店舗にも周辺の観光情報やご飯食べるところなんかもしっかり書いてた。京都観光スポット、清水寺、八坂神社、高台寺とかいろいろ日本語ではありますが書いてたので参考になると思います。ダボっとしすぎて腰で紐が締まらなかったらいけないので一番小さいサイズにしました。さっき破けたスリッパ、また破けたら靴を履かなきゃいけないので2足ほどいただきます。京都ぶらりマップ、現在地が起点となってここにはこんなのがあるよっていうのが地図になってて分かりやすかった。方向音痴じゃなければこれ見てさささっといけるのになと思ってます。今更ですが受付はこんな感じでめっちゃ和な空間。ハロウィンの時期だったのでお化けも飾られてて可愛かった。今日は2万歩近く歩いて結構ヘトヘトです。京都の五条近くの飲食店ないかなと思って調べたら離島商店街という場所があって、こんな感じで昭和感感じるご飯屋さんがずらりと並んでる場所。すんなり入れたらよかったんだけどなんか緊張して全然入れなくてうろちょろしてます。本当はジジババってところが美味しいって聞いたので行きたかったけど満席だしちょっと緊張するので2、3往復しています。飲食街から少し離れて向かいのお店に行ってみたりもしますが、なぜか京都だと勇気が出ない。飲食街うろちょろしてたら一人の男性の方にお声掛けいただいて一つのお店に入ることにしました。名前忘れちゃったんですけど、離島飲食街の一番奥の端っこです。YouTube やってるんでしょって、ここだったら撮影できるよと教えていただいて本当に感謝しました。ありがとうございます。ハイボールでお願いします。東京の人ですか？東京でから来まして。なんではい。ここ来たんですか？なんで？なんか静岡五条あたりに人と話すと喉が閉じてしまうのでいつもよりも喋れません。そして壁側に寄ってしまうので右側の髪がぐしゃぐしゃしてしまいますが後になって気づきます。あんまり和食の方が好きで。おばんざい？はい、おばんざいってわかります？ちょっと四六時中おばんざい食べたい人間にとってはここのお店めっちゃ嬉しかったです。おばんざいやってますとかって書いてるわけでもなかったのでとっても嬉しい。ホタテと緑の野菜の酢味噌和えに厚焼き卵嬉しい。お店はこんな感じで赤霧島がたくさん並んでだいたい6人ぐらいが座れる場所でした。取っ手のない角ハイグラス初めて見ました。右手でご飯食べるのにバッグが邪魔なので膝の上に置きます。ここに当初やと僕は思ってんだけど、僕も思ってますよ。このお店は常連さんが多いのですごくアットホームな雰囲気漂ってました。厚焼き卵も甘くて美味しい。会社関係なく会社と違う角ハイボール取っ手がないだけで大人な飲み物になった気がします。厚焼き卵あったかいとなおさら嬉しくなる。たまにお店によっては厚焼き卵なのにすっごい冷めてて悲しくなる気持ちになることもあるので幸せ満点。酢味噌も美味しい。今はもう当たり前なんですよ。はい。だからね、やっぱりね、いつも一人なんで白魚まで行きたいね、白魚まで。大好きなおつまみと食べるハイボールはとっても美味しい。ね。今日は京都あと10年ちょっと。そうです。
また明日畑やってます散策して夜は大阪に。あ、大阪に行くの？それ僕のに大阪は京都と全然違う。お宅とまた出会いたいね。大阪と京都は全然違うからねってなんて返していいかわかんなくて笑顔で終わってしまいました。こういうのってなんて返したらいいんだろう。模範解答あったらコメント欄で教えてください。生粋の東北人なので全然わからん。隣の優しいおじさまから一人でいて怖くないのとか何かないのって心配されたので心強く保ってれば大丈夫ですって答えました。これが合ってるかわかんないけど私的にはそんな感じ。新たにおでんも来ました。ここはメニューがあって頼むとかじゃなくて行くと時間が経つとちょこちょこってなんかコースみたいに出てきます。こういうカウンターのお店って美味しさが詰まってるような気がしていつも入りたいのですが難易度高くて入りづらいから今回手伝ってもらえてお声掛けいただけて本当に良かった。お隣の方も私に気遣っていろいろ話しかけてくださってその間テレビでは野球がめっちゃ盛り上がってました。ちょこちょこって出てくるご飯がとっても美味しくて追加で手羽先が来ました。プラス初めて見るナッツもいただいて甘くて美味しかった。かりんとうもいただいてます。すいません。すいません。あと5000円食べたらいい。さっきほれ。ノーアウトやん。追いかけは不思議な。甘さでいやー美味しかった。また新たな目標ができました。87歳になってもこんなに。ほんじゃお先ですな。お家に気をつけて帰ってください。なんかわかんないけど私ペコペコしてます。80の時話分かってないくせに不愛想すぎるといけないかなと思ってちょこちょこ笑っていますがよく分かってません。手羽先も塩っぽいシンプルな味で美味しい。レイちゃんがおとなしいよね。これもみんないる人みんなに配られるのでみんなで給食食べてるみたいな感覚になってとても懐かしいです。野球のルールわからないけど虫のように電気がついてる方を見ちゃう私です。ホームラン以外は野球ルールよくわからないんだ。手羽先がぶりついたらめっちゃ美味しかったので一旦箸を置いてそのままカプッと手で食べます。この赤のラップやつ。生配信じゃないですよね。毎週金曜日。って言いながらウェイとか言いながら。私は常にご飯食べてるとこ撮影してるのでここで大家の皆さんからすると不思議な感じかもしれませんがしっかり撮影していきます。ここのお店で2杯目のハイボールいただきました。頑張って。で今どこに行ってるは大体ちょっとあるかもしれない。でもそれもね今じゃないかもね。今じゃないです。今だったら危ないじゃん。今だって危ない。う壁紙。全然違う。お会計頼んでる間に残りの2杯目をガブッといきます。ん。ありがとうございます。フューチャーされないね。先。こっち向きや。モナさんミーさん。みーさん、後で教えてもらって私もフォローします。ありがとうございます。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。美味しかった。あんだけ食べて飲んで1000円だったのが不思議ですが皆さんも行ってみることをおすすめします。うわ、京都タワーが反射されてて二等タワーだ。本当に日本語がハイボール一つ。ハイボール。角ハイボールでよろしかったですか？はい。言わず。角ハイで。はい。なんかメニューの日本語のやつ。すいません、ごめんなさい。日本語メニュー来ました。ちょっとこの日お昼にも飲んでたからあんまり飲みすぎると記憶なくしちゃいそうで危険です。ハイボール来ました。デュワーズって書いてるけど中身は多分角。ありがとうございます。カニカマが
カニカマの上に味噌がちょこっと乗って美味しそう。すいません、はい、間違ってたら失礼なんですけど、なんか配信と YouTube とかしてる方ですやってます。一人旅のミーって名前あ、にしてます。やってます。すごいな。よく山ないっすか。ありがとうございます。このカニカマ味噌ですが、私が想像してたのとちょっと違って冷たくてカニ味噌が固まってたので、私の好みではなかったですが、カニ味噌のペースト何でも食べれますって人ならいいかもしれないけど、本物のカニ味噌しか食べれない人は食べるもんじゃない。密かにカニカマだけパクパク食べていきます。塩っ気があるのでハイボールとも合う。恒例の姉と電話する時間にかぶってしまったので、電話しながら今日あった出来事なんかを話しています。イカに生姜が乗ってきました。イカ生姜、本当はバター醤油にしたかったんですけど、何も言わなかったら生姜が乗ってきた。イカの防御力高すぎて口の中に入らなかったので、しっかり潰して入れます。火の通ってない上乗せされてる生姜が苦手なので、きっとこれは普通ならバター醤油の方が良かった気がする。生姜をどけてぴょっぴょっと食べていきます。写真撮ってもらえないですか？ダメなんですか。お写真撮りたい気持ちは山々なんですけど、一人行動してるので写真を SNS に上げられたり、私がどこかにいるっていうのがどこか悪い人にバレて何か危害が加わる可能性があるので、聞こえが悪く申し訳ありませんが、自分の命を守るためにも写真を撮るなどそういったことは避けています。すいません。お声掛けいただいた視聴者さん3名ぐらいだったんですけど、2度ほど私のところに来ただけなのですが、店員さんが心配してかその方々をおそらく注意されていて、それもなんだか申し訳ない気持ちになったので早く帰ります。たくさん食べたので歩いて帰るぞ。帰りがてら国指定重要文化財なんか見ながら帰れるのも京都の良いところかも。命は私の思いを超えて生まれてきました。こんな感じでタワーを見ながら帰ります。ちょっとニキビの跡があるので隠して記念撮影。セブンで買い出し。普通のカプセルホテルは飲食できないところが多いけど、ここは大丈夫。ただ匂いが強いものやお部屋の汚れや他のお客様に迷惑かかるものはダメなので、ラーメンとかはみんなフロントで食べてました。ピザの出前取ってる人もいた。せっかく京都に来たら辻りの何かを食べたいと思ってアイスでも抹茶を感じられて大満足。すっごい濃厚なのでハエのような困り顔になってきました。広いよりも狭い部屋の方が落ち着くので、3畳だけど心がススンと安心する感じがあります。今私がいる部屋はシングルルームですけど、この2倍の2人用と、あとは4人で寝れるところもあるので、いろんなタイプがあるから皆さんも気になったら見てみてください。他のお客さんの声は隣からは聞こえないけど廊下からは聞こえるので、耳が良すぎる方は耳栓必要かも。緑の抹茶アイスを食べたら今度はギュギュッとキウイを食べます。緑つながり。2階に行くとシャワールームがあるのでそこに向かいます。シャワーは男女分かれていて個室になっているので、しっかり安心してお風呂に入れる。鍵をトイレみたいに閉める。
シャンプーなんかもついているので、持ってくるの忘れてもまあなんとかなります。折りたたみのマットレスを引き出す。敷きパッドの後はシーツを敷きます。何気に布団の準備ってあんまりすることないから少し手間取りました。なぜか玄関に頭を向けて眠ります。多分頭の向き違うと思うけど、一旦これでおやすみなさい。結局なぜか頭の向きを反対側にして起床します。枕の位置変えちゃった。今日もキョットって寝癖がひどいです。ピヨンピヨンしてる。これでもまだマシな方。寝癖で遊んでないで片付けます。この後パピパパッと髪や化粧をして人前に出られる顔になったらここを出ます。今回の激狭だけど快適なホテルいかがでしたでしょうか。京都にあるホテルでポケットホテルっていうので、もし気になったら見てみてください。視聴者さんにもご迷惑をおかけしてしまったので、今後は迷惑かけないようにしていきたいと思います。来週の動画が初めてのバイク動画になります。なのでちょっと興味ない方もいるかもしれませんが、皆さんいつものやらかしの30倍ぐらいやらかしてしまってるので、見に来ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。